皆さん、こんにちは。本日はお忙しいところお集まりいただいて誠にありがとうございます。私は沖縄県立図書館の原と申します。本日最初の方の進行させていただきます。よろしくお願いします。では早速ですが、画面の共有をさせていただきます。よいしょ。はい。本日はですね、ルーツ調査におけるアーカイブの機能と専門家の役割、アイルランド、スコットランドの先進事例調査からというオンラインシンポジウムにご参加いただいてありがとうございます。本日の流れなんですけども、最初に、趣旨説明と先進地調査の概要を説明させていただいて、その後に、先進地調査に参加した、3名からそれぞれ発表させていただき、京都外語大の川上先生の方にコメントしていただく予定です。最初に発表の前にそれぞれのルーツ調査や海外日系人との研究や業務の関わりなどを紹介していただこうと思っております。また、ご参加していただいている皆様からは質疑応答の時間を設けたいと思っています。Zoom の下の方に出てきます Q&A 機能の方にご質問のある方は、ぜひご入力いただければと思います。はい。では、趣旨説明の方から進めたいと思います。本事業はですね、移民史継承のモデル構築を目指した公益 MLA 連携事業ということで、文化庁の要請を受けている事業です。事業の主体は、和歌山県移民研究を軸とした国際交流事業実行委員会ということで、和歌山県立近代美術館さんが主管されています。私たちの沖縄県立図書館の方もこちらの方に参加させていただいております。この大きな枠組みの再事業として、日本版ジネオロジーの確立のための精神地例調査と情報共有というところを、沖縄県立図書館の方が担当させていただいております。情報共有ということで、関係機関や研究者の皆様、この関心にある皆様とネットワーク化を進めて情報共有と、これからも、このシンポジウムを皮切りにですね、共有していければなというふうに考えております。最後に、シンポジウムの感想と、あと、アンケート調査というのを実施させていただきますので、ぜひ、ご回答いただければなと思っております。まず、ジネオロジーという言葉、あまり耳慣れないと思うんですけども、このジネオロジーというのは日本語では経図学とか経府学というふうに、あの、訳されるんですけども、ファミリーヒストリーですとか、ルーツ調査というようなことで、海外の図書館やアーカイブでも様々な呼び方がなされております。私たちは、今回、ルーツ調査ということで、という訳語を使いながらですね、特に今回のテーマは、海外からのルーツ調査の依頼というものについて、ジェネオロジーという言葉を使っております。一応、この取り組みを行う背景についてなんですけども、海外の日系人の方が日本のルーツについて多くの関心を寄せていただいていて、実際に海外から多くの方々が日本を訪れているという状況で、資料を所蔵している博物館、美術館、図書館など、公文書館などが、このルーツ調査、海外からの調査についてどのような役割を担うべきなのかというような視点ですとか、あとはこのいらっしゃる方々、海外からいらっしゃる方々の受け入れ体制などについて、あまり明確にはなっていないところで様々な課題が挙げられています。一方で、この海外から日本にいらっしゃる方々、国際交流の国際交流ですとか、その方々がもたらす地域の活性化、また新たなビジネス、にもつながるんじゃないかというような効果が期待もありますので、そういうふうに考えています。これらの状況を踏まえて、精神事例調査ということで、ルーツ調査やルーツスリズムにおける博物館、図書館、文書館、ジネオロジー関係の
相談機関、旅行会社との取り組みや連携の状況を調査してまいりました。調査期間は8月の末の1週間程度で、アイルランドのダブリンとイギリスのエディンバラに訪問しました。イギリスのエディンバラ、スコットランドなんですけども、そちらの方では山口先生や北先生の、ディアスポラやルーツツーリズムに関する論文がありまして、参考にさせていただき、この地域を選定しました。アイルランドのダブリンにつきましては、スコットランドより多くの移民をアメリカに輩出しているというところと、あと同じイギリス連邦で、いろいろな意味で連携をしながらやられているという話を聞いていますので、ダブリンの方を選定して訪問いたしました。で、実際に訪問したところ、ダブリンにつきましては、6カ所になります。エディンバラにつきましては、この7カ所になります。この場をお借りしまして、調査させていただいた関係者の皆様に深く御礼を申し上げます。また、お時間の関係で、すべての報告調査内容のものを網羅することはできませんので、ご了承いただければなと思っております。はい。では、ここからはですね、私の発表1としまして、ルーツ調査におけるアーカイブスの役割ということで、私の発表に移らせていただければなと思います。私のこのルーツ調査や移民に関する関わりなんですけども、2016年から沖縄県系移民の方々へのルーツ調査というのを開始しております。また、合わせて資料収集や移民関係の企画展示や講演会などを実施して、世界の沖縄県系人と沖縄のネットワークの向上を図っていければなと思っております。今までに約2000件以上のルーツ調査の依頼を受けておりまして、で、海外の沖縄県系人は約42万人いると言われている一方で、海外の日系人は500万人以上いるというふうに言われております。つまり、いろいろな潜在的な、このルーツを求める潜在的なニーズというのは非常に高いのではないかというふうに考えられますし、その中で、日本のアーカイブスがどのような取り組みをして、彼らとの交流を図っていくべきなのかというようなものに非常に関心を持っています。はい、それでは私の発表の内容は、ダブリンとエジンバラの国立公文書館や、国立図書館の、取り組みの状況を報告させていただければと思っております。まず内容の方に入る前に、ルーツ調査に関連する資料の種類について紹介したいと思います。ここに挙げられている資料は、アイルランドの国立図書館のホームページで紹介されている資料の項目です。まず最初に申し上げたいのは、ルーツ調査に関連する記録というのは非常に膨大で、年代や場所や内容によっていろいろな所蔵期間があったり、調査の方法なども異なり、非常に個人的な資料の探索が必要になっており、一般化するのが非常に難しいなというふうに考えられます。で、この図書館の、後ほどホームページの方をご覧いただくんですけども、図書館に所蔵しているこの記録だけではなくて、ルーツ調査をする上で重要な資料が、どういうものなのか、そして何年から何年まで公開されていて検索ができるのかみたいな、ものも合わせて紹介して、いわばポータルサイトのような役割を果たしておりました。では、この下線部の資料について詳しく見ていきたいと思います。まずは、シビルレコード民事記録ということで、出生や結婚、死亡などの、記録、日本の戸籍にあたるような記録です。で、アイルランドにおきましては、この無料のウェブサイト、アイリッシュジネオロジーというところで、これらの記録の、
検索と作品ができるようになっております。で、これがそのアイリッシュジネオロジーというサイトなんですけども、で、この女性の方が、このアイルランドの政府の、ツーリズムの大臣の方で、政府がやっているサイトです。で、またこちらの方に名前を検索すると、すぐにログインなども必要なく検索ができるような仕組みになっています。いわば国が主体的にこのような検索をするサービスを提供しているということです。また、この国の、このレジスタが始まる前は、教会の方でたくさんの資料を、出生や洗礼や結婚などの記録を所蔵しているのがヨーロッパの特徴かと思います。で、これらの資料はこの国立国会図書館が、デジタル化して、デジタルアーカイブの中で検索している資料、主に検索して提供している資料になります。で、最後の、ところに書いてある Find My Past, Ancestry, Family Search など、サブスクリプションウェブサイトで無料アクセスすることで検索が可能ですということで、これらの、ルーツ調査に特化した世界的なデータベースと連携しながら記録を公開しているという状況です。で、こちら、マイグレーションの記録なんですけども、アイルランドからアメリカやオーストラリア、カナダなどに移民しているんですけど、それらの移民した時の記録につきましても、データベースなどで外のデータベースで提供していたり、移民先のデータベースの方を閲覧してくださいというような内容の記述がありまして、移民する前の記録は自分たちのこのアーカイブで提供するんですけど、移民した後についてはそれぞれの移民局の記録を参照してくださいというようなのが主な、提供というか情報提供でした。それでは、アイルランドの国立公文書館と図書館のサービスの内容を紹介したいと思います。こちらは、アーカイブスのホームページの方にあるルーツ調査に関連するページです。左側のバーには、この公文書館が持っている主な資料の、ツールバーといいますか、ありまして、それについて、細かい説明が右側の方に表示されるという仕組みになっております。とても丁寧な説明が後ろの方に、されています。で、また、このルーツ調査のみのアーカイブサイト、デジタルコレクションのデジタルアーカイブサイトというのを持っていまして、こちらの方で検索が可能となっています。で、こちらの方に主な資料が書いてありまして、で、検索する画面はこのような形で、これはセンサス、不正調査で、名字と名前を入れると、これにヒットするものが表示されるというような仕組みになっています。これも無料でログインなども不要なサイトになっています。で、また、ルーツ調査のガイドというようなものが PDF が無料でダウンロードできるようになってまして、最初にこう調査を始める方々のガイダンスのような使われ方がされているようです。とても細かく紹介されています。また、フリージネオロジーアドバイザリーサービスということで、ジネオロジストという専門家の方々と、このアーカイブス契約して、ジネオロジストの方々による無料相談サービスというのを実施しているそうです。で、2023年には1230件の調査依頼がありました。で、予約不要で先着順ということで、対面と E メールで受け付けています。で、アドバイザリーサービスということで、実際に調査を、受けるのではなくて、調査をガイダンスしてあげるというようなサービスの内容になっているそうです。次は、ナショナルライブラリー・オブ・アイルランドの、サービスについて紹介したいと思います。こちらトップページなんですけど、このトップステップページの最初のところにもファミリーヒストリーに飛ぶようなリンクが
なされております。で、こちらのサイトは非常によく、わかりやすいような表示がされています。で、中の方でも、Getting Started と Family History Service と Further Research という3つの方で、とてもシンプルでわかりやすいです。まず最初の Getting Started の方を見ていただくと、このようなルーツを自分の家族の歴史を書くためのフォーマットを無料でダウンロードしてするようにできてたりですとか、あと昔の行政区分の地図が載っていたりとかですね。あとは YouTube でどのようなサービスをやっているのかというのを簡単に紹介してたりとか、とても入りやすいというか、わかりやすいサイトになっています。そしてこちらがファミリーヒストリーサービスなんですけども、図書館の中にファミリーヒストリー調査の専門の部屋というのを設けていまして、10台程度のパソコンと、あとはこのコンサルタントのブースがあり、あとは参考図書がありました。で、こちらに来ると、先ほどの有名なサブスクリプションの有料のデータベースを無料で使えたりですとか、新聞のデータベースなども無料で利用することができるというような内容でした。また相談サービスということで、こちらは、この図書館のライブラリアン、ジニオロジストであり、ライブラリアンの方が無料の相談サービスをしてくれるということで、年間500件程度そうです。こちらでも、セルフレッドリサーチということで、基本的には基本というか、自分で調査をするのに対して、ガイダンスをしてくれるライブラリアンの方が調べ方についてガイダンスをしてくれるというような相談サービスです。で、自分でできない方向けといいますか、にサポートが必要な方向けに、ジネオロジストのリストの方を公開してまして、そちらの方のリストから、有料のサービスを紹介するというか、紹介を選んで契約をして調査していただくということもできるというような連携の状況になっていました。で、こちらは各資料の紹介になっているんですけども、先ほどもリストの中で、技術調査の資料のリストの方で紹介されてしているんですけど、とても簡潔で、わかりやすい、どこからどこからまでの資料はどこのサイトに行ったら見れるよというような簡潔でわかりやすい説明がされていまして、とても、理解しやすいなというふうに思いました。数年前になんかリニューアルをされたというふうに伺っております。以上がアイルランドの取り組みで、これからはエジンバラ、スコットランドの方の取り組みを紹介したいと思います。ナショナルレコード・オブ・スコットランド。こちらの方は、直訳は公文書館ではないんですけども、記録を登記するような場所も兼ねているという、ナショナルレコード・オブ・スコットランドという名称そうです。で、こちらの、スコットランドにおいては、アイルランド以上に記録のデジタル化と公開が進んでおりました。で、特にこの公務書館が運営しているスコティッシュピーポーというこのサイトはかなり、詳細な様々な情報を持っておりまして、提供されております。中身の方を紹介させていただきますが、まず、この項目、ピーポーとプレイスとバーチャルボリュームス、これはデジタルコレクションを見るみたいなものなんですけど、というような、検索したいものについて分かれてまして、人々ですと、レジスター、記録されているものとか、チャーチのレコードとか、センサスとか、その他にもミリタリーのものですとか、様々な種類のものがありまして、またそれを今回マレッジの方で紹介させていただきたいんですけど、マレッジというのを押すと、あの、名字の名前を入れたら検索できるようになってまして、さらに右側の細かいサイトの、マレッジのサーフィケートの記録のページを見ると、このマレッジの記録がいつから始まっていて、昔はどういうところが集めていて、どういうふうに記述されているのかというようなものが、
丁寧にわかりやすく紹介されています。で、試しに、私のファミリーネームの原という名前で検索をしたんですけど、例えばこの2番目、このサイトを検索するには、メールアドレスを登録するだけで自由に誰でも検索することができます。無料のサイトになってまして、まあ、登録した後に検索したんですけども、えーこの方、原由美子さんという方が、旦那さんがミッシェルさんで、旦那さんのお名前が載っていて、いつ結婚したというようなものが2011年に結婚されたという記録もインターネット上で誰でも見えてしまうというこの国の情報公開の状況です。で、結婚だけではなくて出生についても死亡についても離婚についても誰でも簡単に、近年の記録でもインターネット上で公開しているというのが非常に大きな特徴かなと思います。で、オーダーサーフィティケートということで、証明書を発行する場合はお金を払うと公的な記録としてスタンプ化されているような証明書がそのままダウンロードできるという仕組みになっています。次にナショナルライブラリー・オブ・スコットランドの方の取り組みを紹介したいと思います。左側がサイトなんですけど、トップページなんですけど、真ん中の方にファミリーヒストリーというバナーが飛んでまして、こちらでもかなり重要な位置づけになっているっていうのがわかると思います。これがそのサイトなんですけども、様々な資料の種類というか項目についてバナーありまして、それを押すと中身が見れるというような感じになっております。こちらの資料も非常に簡潔で分かりやすく書かれておりまして、どういったような資料がどこにあるのかとか、どこのサイトのリンクとかっていうものが明確にされております。で、これは家系図のかなり古いようなものなんですけども、この公的なスコティッシュピーポーという公文書館のサイトが非常に充実しているので、それ以外のものを国立図書館の方は、幅広く収集して提供しているというようなイメージを受けました。これはエミグレーションパスセントリストというところのものなんですけども、海外に移民した人が残したと、あと本国の方々の手紙ですとか、写真ですとか、そういったようなものも人を受け付けたり購入したりして収集しているということでした。最後にスコティッシュカウンシル・オブ・アーカイブスという、スコットランドアーカイブ協議会というふうに訳語をつけましたが、スコットランドにある大小様々な規模のコミュニティアーカイブですとか、ビジネスアーカイブのようなものを、統括する団体でした。こちらの方では資料の、管理とか登録とか保存とか、著作権、デジタルアーカイブや、お金を、助成金を得るためのサポートなど、この小規模の、ボランティア団体さんでやられているようなところをサポートするような役割をしているということでした。こちらの方にはですね、Ancestral Journeys in Scotland ということで、ルーツツーリズムを促進するような、動画が、掲載されていたりですとか、この地域のアーカイブ、コミュニティ、地方の小さなアーカイブを訪れるときに、連絡先ですとか、マナーとか、そういったようなものもサイトの中で紹介しておりました。調査先のまとめなんですけども、アイルランドもスコットランドもどちらもですね、出生や死亡、婚姻などのバイタルレコードは、えーまあ、そのルーツを調べる上の主要な資料は公文書館が所蔵しておりまして、デジタルコレクション、デジタルアーカイブとして公開しておりました。で、図書館はそれらの主要な資料を網羅しつつ、さらに様々な、土地の資料ですとか、裁判の記録ですとか、様々な周辺の資料を含めた
ルーツ調査に関わるポータルサイトのような役割を果たしているという印象を受けました。アイルランドでは公文書館も図書館も双方が積極的にルーツ調査について取り組みを国内外から受け付けている、提供しているという様子でした。で、一方でスコットランドの方は、公文書館のスコティッシュピーポーというサイトが非常に充実しておりまして、図書館は写真とか映像とか日記とか、それに周辺する様々な資料を収集して、公開しているというような役割の違いが見られました。で、日本における状況にとの、相違点なんですけど、やはり個人情報の考え方というのが全然違うというところですとか、デジタル化やデータ化が非常に進んでいるなという印象を受けました。移民国は、イギリスやアメリカやオーストラリア、南アフリカとかなので、みんなに英語が、第一言語として、日本の方と日本の一世は日本語で記録を残してたのと比べて、二世、三世の方々みんな英語を使っているので、海外からも容易にアクセスができて調査ができるというのが大きな違いかなというふうに思っております。で、日本における取り組みの案ということで、デジタル化、データ化の促進ですとか、利用の可能なジネオロジーサイトやデジタルコレクションを活用できるのではないかというふうに思っています。あとは調査ガイドを、作成して共有したりですとか、あとは、今回参加されている皆様も含めまして、MLA の施設や関連、国内外の施設の連携をしながら資料収集や利活用、少ないリソースを活かしていけるようなネットワークを作っていければなというふうに考えております。以上です。続きまして、次の発表した金をお伝えしたいと思います。はい、皆様、こんにちは。大学非常勤の金城さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、ルーツ調査専門機関、先ほど原さんの方からご報告がありました図書館とか文書館以外のところを少し紹介させていただきたいと思いますが、重なっている部分もございますので、ご了承いただけたらと思います。で、また、博物館2カ所訪問したんですけれども、その博物館についての紹介をしまして、終わりにということで、所感を述べさせていただきたいと思います。まずはじめに私の自己紹介をさせていただきたいと思いますが、私は資料とか博物館の専門分野ではないのですが、これまで沖縄からの移民に関係する事業に関わっていたというところで、今回参画しています。2006年から主に教育事業に携わっていて、2021年度、2022年度に沖縄県の事業で世界のチナネットワーク基盤継承構築事業というものに携わらせていただきました。そこで、資料収集や、ルーツ探しを含む相談対応の業務に携わったことから、少しそのルーツ調査における状況に関心を持って、2023年度に沖縄県内の自治体へ、ルーツ調査における現状と課題に関するアンケートを実施させていただきました。その時に本当にたくさんの意見をいただいて、良いことも課題と思っていることもたくさん声をいただきました。それを踏まえて、2024年1月、と同じ年度になるんですけれども、ルーツ調査に関する座談会を開催させていただきました。そこには15名ほどの方で、自治体の職員の方、それから交流団体で、ルーツ調査などをお受けしている方ですとか、個人でルーツ調査を依頼を受けて対応なさっている方々がお越しくださいました。そういったことを、やった後に、今回、この本事業に、参画させていただいたという流れになります。では、早速、内容の方に入っていきたいと思いますが、はい、
私の方からは3つ、このルーツ調査の専門機関としてご紹介させていただきますが、まずはじめに、エピックアイルランド移民博物館に併設されているセンターで、アイリッシュファミリーセンターの紹介をさせていただきます。アイルランド移民博物館の方は後ほど紹介させていただきますが、博物館に併設する形で、このルーツ調査に関する相談窓口がありました。アイルランドにつながるのある人々が、家族情報を探す場所として利用されていて、常時2名から3名のスタッフがいるということですが、全体では8名から10名で運営されているということです。で情報を、検索するというか、ルーツ調査の相談を受けた際に調べる資料が、このセンターの中にあるということではなくて、先ほど原さんからご紹介あったような公開されているデジタルアーカイブスなどの情報を利用されて、調査し、それをまとめてご報告するというふうなことで対応なさっているということでした。相談は有料で、調査時間や内容によって料金が異なるというふうな形になっています。で、ウェブサイトにより事前申請が必要、事前申請により予約が必要となっています。で、ウェブサイトには自分自身で家族の歴史が調べられるような手立ても記載されていて、先ほど、原さんの、ご報告の中にあった、この自身で家系図を作るにはどうしたらいいのかとか、どういった情報がここに行ったら見れるよっていうようなことが、ウェブサイトにも公開されていますが、なかなかやはりその情報をどのように扱うかっていうところで難しい場合にこういった専門のスタッフにご相談できるというふうなことになっています。続きまして、アイルランド公認経図学者集団というふうに訳しておりますが、先ほどの、アイルランドの方で、公文書館の方にもこちらの、ジェネオロジストの方が配置されているっていうふうな報告がありましたけれども、その、アイルランド公認系図学者集団のことについても紹介させていただきます。1986年に、設立された、機関になります。アイルランドの、こういった、系図関係の専門的な機関、代表機関になっています。メンバーへの入会は、評価委員会というものがあり、その推薦に基づく形で入会ができるというふうなことになっていました。先ほどの紹介にもあったので、オンライン、からいろいろ情報をアクセスできるというふうなことで見ていただいたかと思いますけれども、そういったことを、この、団体の中でも情報共有をし、お互いに情報を交換しているっていうふうなこともおっしゃっていました。で、AGI メンバーになるには、2年程度の、経図学に関する講座の受講が必須となっているということで、しっかりと学んだ上でメンバーとなって、この、ケースのケース学者として、相談を受けるというふうに行っているということでした。でただ、1回その2年程度の、講座を受けただけではなくて、毎年、年間4回以上の学習会を開催しているというふうなことで、そこでまたお互いにルーツ調査の技術を向上させていくようなことがなされているというふうにおっしゃっていました。で、写真の方は、この、団体の組織に参加している、ジェネロジストの方々と、お話を聞いたり、フィールドワークをした時の様子なんですけれども、後ほど、東先生のご報告の中で、この団体からお二人インタビューをさせていただいたので、その内容は東先生の方でご報告となります。そして3つ目の機関ですけれども、スコティッシュ・ピーポー・センターということで、先ほどの原さんの、ご報告にもありました、施設となります。私の方からは、ウェブサイトではなくて場所の、紹介になるんですけれども、窓口としての、紹介になります。家族史を調べるためのセンターというのは、すでにご承知の通りかと思うんですけれども、ナショナル、レコーズ・オブ・スコットランドの中にあり、ジェネオロジストですとか、
個人で家族史を調べている方々が、利用できる機関となっています。で、オンラインでも直接ここに来られなくても、どこからでもアクセスして調べることができるんですが、こちらに来て、ご自身で、資料を調べて、その中で、難しいとか、ちょっと、その次どういうふうに言ったらいいかっていうふうなところで、常駐しているスタッフに相談しながら調べることができるような形になっています。で、こちらの方では予約制で、1日15ポンドで、検索や、閲覧、それから、資料の印刷などが可能となっています。で、先ほどオンライン上では、本当に直近の情報も、閲覧できるというふうなことでしたけれども、印刷については、直近100年以内はこちらに来てからでないと、印刷ができないというふうな話もなされていて、申請をして、承認されてから写しを取っていくっていうふうなところなので、その辺は閲覧はすることができるけれども、そのあたりの個人情報をしっかりと保護していくっていう仕組みがなされているというふうなお話もされていました。はい、ということで、スコティッシュピーポーセンターの3つの、3つ、以上3つが、ルーツ調査専門機関として、あるということで、ご聞きいたします。で、続きまして、博物館の報告をいたします。博物館に関しては、訪問した、2箇所となります。十分な、時間がなく、訪問できていない博物館もあったんですね。アイルランドの方には、コークという、町に移民博物館があるということで、だったんですけれども、そういったところに訪問できなかったっていうこともあり、十分ではないかもしれませんが、その点ご了承いただけながら聞いていただけるとありがたいです。では、まず、アイルランド移民博物館の紹介ですけれども、コカ・コーラの、最高経営者、経営責任者を務めたネビル・イスデルさんが、開設したということで、公的施設の、博物館となります。で、この方が、アイルランドからの移民の、子孫にあたるということで、こちらに開設したというふうなお話でした。で、特徴としては、テクノロジー、IT 技術を駆使した展示方法となっていて、ものがあるというよりは、少し写真で見ていただけるかどうか、あれなんですけれども、いろいろ IT 技術を使って、参加型の展示方法が、特徴だというふうな形だったと思います。で、アイルランドからの移民の始まり、およびその背景、海外、多くはアメリカ、そしてカナダ、アルゼンチン、オーストラリアなどに渡ってますけれども、アイリッシュ系の人々がいかに、世界で活躍し、影響を与えていたかっていうことが、紹介されていました。で、来場者についてお聞きしたところ、来場者の8割はアメリカからの観光客だというふうなことでした。で、多い時では、1日2000名ほどの来場者があるそうなんですけれども、少ない時は200名ということで、差があるというふうなお話でしたので、観光シーズンと、そうでない時の差が大きいというふうなことだったかと思います。そして、次に、アイルランドの方は、今、アイルランド移民博物館の方だけだったんですけれども、スコットランドも、ナショナルミュージアム・オブ・スコットランドということで、国立博物館の方で移民に関する展示を、拝見しました。で、5階と6階に、移民に関するコーナーが設けられていて、5階の方は産業と帝国というふうな名前で、6階の方が、移り変わる国家というふうなタイトルでコーナーが設けられています。で、5階の方は、映像と、なぜ、移民することになったか、どこに移民したのかということを移民先の国ごとに紹介されているコーナーがありました。6階の方は、スコットランドを離れた後、その理由の展示に加え、移民された方々の子孫のインタビュー動画も合わせて聞くことができるスペースになっていました。移民した、スコットランドの人々がどのように、こちらでも世界へ影響を与えたかなども合わせて紹介されていました。イギリス国内の移動のほか、カナダ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、
東南アジアやインド、アフリカ、世界各地に渡っていったっていうことが、分かるような展示になっていました。それから各地の資源を貿易で扱っていたこと、植民地政策と関連していたことも、説明されていました。最後に、簡単な報告であったんですけれども、最後に、ルーツ調査専門機関の役割と、日本での応用、それから博物館を見学させていただいた、所感みたいな形で述べて終わりにしたいと思いますが、本事業の目的に沿って、少し考えてみたところを、お伝えしたいと思いますが、まず、その前にルーツ調査専門機関の役割と日本での応用というところで、先ほど原さんの報告とも重なるところがあると思いますが、資料が長期にわたって蓄積されて、その数はかなり、すごく膨大というかたくさんで、公開されている範囲も幅広く、量も、期間もすごく長い期間の情報が共有されているというふうなことになっていたかと思います。で、その、情報が公開、共有されることで、専門的な研究者、関心のある一般の方たちが、ルーツ調査ができるようになっています。もちろん素人では見解があることもあるので、その場合に専門機関ですとか、専門家に尋ねる、委ねるということもできるというような形で、一つその情報共有ということが役割としてしっかり構築されているというふうなところが言えるかなというふうに思います。でもう一つ、はい。で、そこから、日本での応用をどういうふうにできるのかっていうところで、なかなかその、扱っているその資料の、公開の、なんて言うんでしょう、条件というか、制度の、違いなどもあるので、同じようにすべてが反映できる、応用できるっていうふうなことではないと思うので、日本の状況に応じた形での情報公開などが必要になってくるかなと思いますが、その前にジェネロジストの養成などの側面も、ジェネロジストの育成などもえすいません、ちょっと抜けてしまいましたが、アイルランドケーズ、学者集団の方でお話を伺った際に、お互いにいろいろ研修を重ね、学習会を重ねながら技術を向上しているっていうふうなところや、大学の中でも大学との連携などもあるっていうお話もスコットランドでもお聞きしたというところから、日本の状況に応じた形での、ジェネオロジストの育成ができないかなというふうに考えました。というのも、簡単に日本の状況に応じた形って言っても、日本も各都道府県や地域において、いろいろ状況が違うというところもあるので、まずは例えば沖縄の場合は沖縄県内の中とか、そういった、中で、どういった形が取れるのかっていうような話を、踏まえてですね、どういった形で情報共有や、相談というか、ことができるかっていうのは考えていけないかなというふうに考えました。で、その、ジェネロジストの育成っていうふうなところと合わせて、どういった資料を使っているのかとか、どういった方法で対応されているかっていうふうな情報も共有していくっていうふうなことができないかと考えました。これがすべてオンラインでデジタルアーカイブスとして公開できるというのは難しいとは思うんですけれども、その、情報が、なんていうんでしょう、育成というか、みんなで学ぶような場が作られた中で共有され、それが蓄積されていくことで、日本国内、その都道府県や地域内でのルーツ調査の対応の形ができていき、そのルーツ調査の対応がよりしやすくなったり広がっていくのではないかなというふうに思っています。はい、すいません。最後に、その資料をどのように生かすか、どのように展示をしていくのかっていうふうなところで、博物館もたくさん見たということではないんですけれども、一つアイルランド移民博物館を見た中で、感じたことを、お伝えしたいなというふうに思っています。で、デジタル技術を生かした展示はとても参考になる部分もあるかなというふうに思いますが、いかに、アイリッシュ系と呼ばれる方々が世界で活躍しているのかという、
視点からの展示となっているように印象を持ちました。で、そのような物語において、誰が排除されているのかという点が少し気になったというところもあります。それから全体史を描きつつも、例えば個人の経験、その全体史、大きな物語というか歴史の中からこぼれ落ちてしまう可能性のある人たちの経験なども展示をする工夫が必要になってくるのかなというふうなことも感じました。そういった、視点を展示の中で、すでに、資料館や博物館で従事なさっている方々は当然のことではあるかなと思いますが、資料を活用する際に、その、価値とか意義を検討して、視点を提示した上で、活用していけるといいのかなというふうに思いました。これはどちらかというと私が、教育移民学習を展開する中で、やはりこれをどう見ている人が、考える機会を持つかっていうところで、資料が教材とかそういった、学ぶ素材としての視点をどういうふうに持てるかっていうところを考える中で感じたところです。で、もう一つ、例えばエピックの方では、あのいかにこのアイリッシュの人たちが世界で活躍して、影響を及ぼしていったかっていうところで、スコットランドの博物館で見たような、またスコティッシュピーポーのウェブサイトにも移民していった先で、植民地、の支配、それからその現地の人々へ及ぼした影響っていうものを展示なされている一方で、エピックではそういった側面があまり見られなかったかなっていうふうな印象も持ったので、そういった視点は重要なところになってくるかなというふうに感じました。で、スコットランドだけではなくて、オーストラリアの方の移民博物館で、そういった展示がなされているというふうな情報もこう論文で書かれているものを見て、まだオーストラリアの方は言ってませんが、やはりそういった視点というのが大事になってくるかなというふうに考えています。で、2つ目に、これは、資料、展示というだけではなくて、施設の在り方になってくるかなというふうに思いますが、図書館や博物館など、社会教育施設が移動する人々が置かれている社会的、地盤を見つめ、現在のありようを問い直す機会を生み出す装置と、なるといいのではないかなというふうに思い、こういうふうに書かせていただきました。それは、送り出した移民の人たちのことを知るっていうことだけではなくて、国内にすでに居住している外国籍の方々との、共生とか、その方々の社会的包摂を考える文脈の中で、ルーツ調査を、担う機関、例えばルーツについて学ぶことができる機関の中で、そういった今、国内にいる外国籍の方々とつながる、場となると、その送り出した移民の経験から今の社会、日本社会における移民の課題とか状況について考えることができるのではないかなというふうに少し考えて、最後、この2点目を書かせていただきました。ということで、すいません。拙いご報告、意見のまとめになったかと思いますが、以上とさせていただきます。ありがとうございました。では、続きまして、東から報告をさせていただきます。資料を共有いたします。ご覧いただけてますでしょうか。私からは今回、調査に参加させていただいた中で、特にジネオロジストの方々にお話を聞いたことを、整理させていただきました。ルーツ調査専門家ジネオロジストの役割と意義ということでお話しいたします。まず報告者
についてですけれども、和歌山県の出移民に関連して、和歌山大学紀州経済史文化史研究所を背景としまして、2009年から移民展示、移民と和歌山というテーマのもとに、移民の展示を企画してまいりました。また、私、和歌山大学で教鞭をとっておりますが、ゼミを単位としまして、2018年から和歌山移民の勉強会を開催し、その勉強会の中で和歌山県に設立されている移民や移住に関係する機関や団体の方々とも連携し、移民資料の目録化やシンポジウムの開催、県人会指定の大学訪問の受け入れなど、そういったことに関わらせていただいてきました。また、最近の関心事としましては、移民した人々に関する記憶の記録、それから観光教育と観光倫理や観光と異文化理解や異文化コミュニケーションに関心を寄せています。また、和歌山県人会との関わり、接点から、最近では、観光の一つの形態である VFR、ビジットフレンズレラティブズ、友人や親戚を訪ねる旅というものにも関心を寄せているところです。それでは、原さん、金城さん、沖縄県からの、ご報告がありましたので、少し和歌山県の状況についてもご紹介したいと思います。全国的に、出移民の多い県の和歌山県は6番目になります。沖縄県が、2番目にあり、先ほどの移民調査、そういったことでも沖縄県は日本でも、先進的に取り組んでいらっしゃる県だと思います。和歌山県に関しましては、真ん中に地図がございますけれども、どの自治体からも移民された方はいらっしゃいますけれども、その自治体の中にも特に、特徴的な自治体というのがいくつかあります。また、世界に目を向けますと、移民の歴史を背景とした和歌山県人会が今も多く存続しています。11の県人会がありますけれども、最も新しいもので言いますと、ハワイ和歌山県人会は今年再結成されたということです。多くは北米、中南米に県人会、かなり多くの会員を有しながら存続して活動されています。で、和歌山県内に目を移しますと、県内に移民や移住に関連することを取り扱っているさまざまな機関や団体がございます。例えばですけれども、緑色の枠線で囲んだ、機関や団体は和歌山市内にあります。そして、紀の川市、黄色い囲みのところですけれども、ここは、北米へ多くの、移民、あるいは、明治の頃から私の塾、私塾が、海外遊費を青年に、説いたというところで、アメリカへの移民が多かったところで、そこには、もともとの地名である長地方の移民志向和会というのがあります。また、青いところ、美浜町、こちらは、カナダへ移民した方々が圧倒的に多い地区です。そこには今 NPO 法人日の岬アメリカ村が、設立されていて、カナダとの深い交流を、進めていらっしゃいます。また赤い枠線で囲んだところ、こちらは、ブラジル移住者が多いところです。特に戦後、松原康太郎という、先人が、みなべ町出身の先人が戦後の移民再開に尽力したというところで、戦後の、ブラジル移住者の多いところで、そこでは、田辺市を、拠点としながら和歌山県中南米交流協会という協会があります。またもう一つ取り上げておきたいのは、和歌山県の南部から、アメリカ西海岸やオーストラリアなどへ多くの方々が移民しています。中でも、太地町においては、太地町の教育委員会の中に歴史資料室があり、先駆的に、アメリカやオーストラリアへ、調査に行かれて、また、オーストラリアとは青少年交流も進めていらっしゃいます。このようなところが和歌山県の特徴といえます。
そして、ルーツ調査、先祖調査に関して和歌山県の現況ですけれども、北米、中南米諸国などにおいては、和歌山県人会が存続していることもあり、現在も和歌山県、そして県民との交流が続いています。県人会会員の方々は、先祖の出生地などについて知識を有していらっしゃって、交流も継続している場合が多いというふうにお見受けしています。残念ながら、沖縄県のように公的機関による先祖調査の窓口というものは、設置されてはいません。しかし、現状としまして、海外へ移住した祖先を持つ人々、海外在住者、および日本の在住者から、和歌山県庁をはじめ、和歌山県内において移民母村と称された自治体、先ほどご紹介した、歴史資料室やミュージアム、また、報告者である、私が所属する大学の研究所や、報告者自身にも先祖探しの問い合わせが入っています。そういった機関、団体に所属する人々が適宜対応しているというのが現状と言えます。さて、一つ例としますならば、本学の紀州経済史研究所で行った移民展示、こちらの来場者の方々の中には、祖先がアメリカに住んでいたという来場者の方もいらっしゃいました。そういった方から、展示していた日米住所録、1923年発行のものですけれども、ここにアメリカに住んでいた祖先の住所や名前が、掲載されているかもしれないので確かめたいというような、希望がございました。そして、後日研究所へ、来ていただき、所定の手続きを取って、閲覧していただいた。そしてその方からは、祖先がそこに掲載されていたということで、その方ご自身が非常に喜んでいらしたということをお聞きしています。こういったことが先ほどの事例のように何千件とあるわけではありません。1年に、和歌山大学であれば1件、2件、あるいは展示をした時にはもう少し多いということもありますけれども、そういった数ではありますが、例えば一つ、資料保存の観点から言いますと、多くの人が実際の一次資料を手に取ってみるということは、資料を有効に活用していただくという点では非常に良いことなのですが、他方、その資料の保存という観点からは、資料の、破損、万一の破損であるとか、そういったことを考えますと、あまり、よろしくない点もあります。そういったことも鑑み、また、研究所へ足を運んでいただいて、書類を交わしてということも、非常にお手数をかけることでもあり、公開できる資料を、所蔵資料のデータベースとして少し整備していこうという動きがございます。で、新たに2023年度に移民資料という、項目を立てまして、今、手元にある資料や寄贈いただいた資料の中から少しずつ、公開を始めてきたというところでございます。さあ、本日の、主たるテーマであるジネオロジストへの聞き取りについてここからお話をいたします。ジネオロジストというのは先祖について調査する専門家、先祖を、調査する、学者という言い方もあるかと思いますが、日本において、まさにこのジネオロジストと一致するそういう専門家はいないのではないかなというところが今私が持っているまだ浅い知見です。で、渡航前はあのえそれぞれの国にある先ほどご紹介があった教会のメンバーリスト、そこに、今回のグループの、リーダーでもある原さんが、コンタクトを取ってくださって、例えば AGI に、例えば ASGRA に、コンタクトを取ってくださり、そこのリストにある方々で私たちのお話を聞いていただき、答えていただいたというのが、調査への着手の第一段階でした。実際には、
8月27日、29日、30日の3日間、協力者は、ダブリンからお二人の方、エディンバラからお二人の方ということでした。で、方法としましては、4人のジェネオロジストに対して共通の質問リストを準備して、いわゆる反構造化インタビューというものですけれども、カフェなどの場所で座談会形式で進行していきました。質問のリストはありましたけれども、対話の流れによって、調査者である原金城東が適宜質問をしていきましたので、時間の関係からすべての、リストを網羅して、お聞きできていないという場合もあります。また、私自身今回の、ご報告をするということで、再び資料などを、見返しながら、まだまだ8月の段階で、私自身のそのジネオロジストというものは何かということへの知識の浅さから、なかなか深いところまで、お聞きしてできていないというあたり、また新たな、質問が浮かんできたというところもありますので、今日会場の皆様からも、いろいろご質問いただくかと思うんですけれども、お答えできないものに関しては、またジネオロジストの方々に、今回の会の様子もフィードバックしながらお聞きして、さらに深めていきたいと考えております。さて、質問リストですけれども、9項目ありました。一つは、どのように資格を売ることができるのか。これは別の言い方をすると、どこが資格を、認証しているのかということです。それから所属、私たち最初の入り口として、いくつかの教会にアクセスをしました。こういったところで、ジェネオロジストの方々は教会に所属して活動されているのか。また、ジェネオロジストの方々は様々な機関ですね、データベースを持っている公的な機関、博物館、図書館、あるいは旅行会社などとも連携を図っているのかどうか。そして役割として、祖先のルーツをたどるだけではなく、ジェネオリストツアー、言い方変えますと、ルーツツアーを計画したり、ガイドしたりもされるのか。そして調査関連で、どのようにして仕事を実際受けていらっしゃるのか、依頼者はどこの国の方が多いのか、そして親戚探し、そういったこともされるのか、これまでに、調査の過程でトラブルはなかったのか、そして最後に、この調査という仕事のやりがいはどんなところにあるのか、というようなことをお聞きしたいということでリストを用意しておりました。まずお一人目です。8月27日に、アイルランドのナショナルセメタリーである、グラスネビン墓地を訪れました。これは協力者であるA さんが私たちを、こういったところへ案内してくれた一つのツアー、私たちが、希望した、ツアーの一環でもございました。その敷地内でのカフェでの聞き取りです。おそらくもう皆さんも薄々感じていらっしゃるかもしれませんが、先ほどのお写真にも顔を出していただいておりますし、また教会の、ジェネオリスジェネオロジェネオロジストの、リストにもお名前もお顔も載っていますので、A 氏という書き方をしなくてもよかったのかもしれませんけれども、今回、聞き取りの場では、ご了解をいただいてからお名前を出しますのでというふうなお約束をしていましたので、私自身が少し時間的な余裕もなく、A さん、B さんという書き方にさせていただいています。さあ、その中で、お聞きしたことを、箇条書きに整理しました。まず A さんは AGI、旧 MAGI の教会に所属されているジェネオロジストです。そして、先ほど金城さんのご報告にあったように、同教会はジェネオロジストの資格を認定しています。で、先祖調査の依頼の受け方としては、依頼したい依頼者自身が教会のホームページ上のメンバー紹介を参考にして、ジネオロジストを選び、個人宛てにメールで連絡を入れます。
圧倒的にアメリカからの依頼者が多いそうです。で、調査の内容、つまりは仕事内容は文書の記録から祖先に関するレポートを作成して情報を提供すること。そして他機関との連携に関しては、調査のために自治体などの公的な機関、博物館、図書館などのデータベースにアクセスする必要がありますので、もちろんそのアクセスが自由にできる、あるいは所定の手続きを取る、費用を払う、いろいろな、場合があるかと思いますが、それによって、対面しないでもアクセスは、取れるわけですけれども、私たちが A さんと一緒に、街を歩きながら、そういう中からも、いくつかの、館、館を案内していただく中で、日頃からしっかりと連携を図っていらっしゃるんだな、顔の見える関係があるんだなというご様子が見て取れました。そして、先祖のふるさとなどを巡るツアーの計画、そしてガイドをする、こういったことはしないそうです。それから、ジェネオロジストにはプロフェッショナルとボランティアがあり、その違いについては、プロは教会に属しているということ、そしてプロへの依頼には費用がかかること、他方、ボランティアは趣味で、先祖調査を行っている人で、無償で、手伝う人であるということでした。これまで依頼者や関係者とトラブルになったことはなく、仕事のやりがい、調査のやりがいというのは、やはり他者の役に立てることということだそうでした。次に協力者の B 氏です。同じ8月27日、ホテルのカフェでお会いしました。FAGI のメンバーですけれども、AGI とも契約を結んでいらして、AGI へのホームページにも、のリストにも、紹介されています。1987年からジェネオロジストとして従事されています。依頼の受け方は、A 氏と同様に、教会を通して連絡先を入手した方から直接依頼を受けていらっしゃいます。B 氏の場合は、調査自体はだいたい3、5時間を要して、1時間90ユーロで仕事を引き受けていらっしゃるそうです。で、調査の結果は、レポートにまとめて報告されています。サンプルレポートのようなものがあるようで、一定の様式の中にレポートをまとめていらっしゃるようでした。そして、ジネオロジーのツアー、ルーツツアーを計画したりガイドしたりされることはありません。自治体などの公的な機関、博物館、図書館、旅行会社などとの連携に関連しては、インターナショナルパートナーとして UK、US などと特定のプロジェクト、スペシフィックプロジェクトとおっしゃっていましたが、そういったものを通してコラボレーションを経験されています。また、非公式には事例に応じて、様々な連携を図っていらっしゃるそうです。そしてプロフェッショナルとボランティアの違いに関しては、やはり一点、プロへの依頼は費用がかかるという点が違うということです。で、さらに、ジネオロジストは年齢の高い方が多いようにお見受けしました。それはホームページのリストを見ても、年齢が高いようにお見受けしたんですけれども、若い世代の方が仕事とするのには収入の面で難しい点もありそうだというお話をお聞きしました。さあ、続いて、スコットランドでの聞き取りも、お二人の聞き取りを、ご紹介したいと思います。8月29日にナショナルライブラリー・オブ・スコットランドのカフェで聞き取りをさせていただきました。ジネオロジストの資格取得に関連しては、大学のコースを履修されたそうです。現在、ASGRA 協会の会員でいらっしゃいます。調査の内容は、先祖調査のみとおっしゃっていました。やはり、ジネオロジーツアーであったり、ガイドしたりはされないそうです。また、親戚探しなどもされないということでした。調査の受け方は、教会のホームページを通して連絡先を入手した個人からメールで依頼があるということで、これらも、ダブリンでお聞きしたお二人の、状況と全く同じでした。
仕事のやりがいに関しても、これはやはり人の助けになることであるということを第一番目におっしゃっていました。そして続いて、協力者の D 氏に関して、8月30日に、Heart of Midlothian FC and World War I 1の、記念塔近くのレストランで聞き取りをさせていただきました。協力者 D 氏も、私たちを、こういった歴史的な史跡の近くに案内していただき、その近くで場所を、確保して聞き取りをさせていただいたということです。もともと鉄道関係のお仕事をされていて、退職後にジネオロジストになられたということです。2009年に、ジネオロジーアソシエーションである ASGRA のメンバーになりました。メンバーになるときには、資格を、ジネオロジストとしての専門家の資格を取るときには、試験を受けたとおっしゃっていました。調査に関しては、8時間程度調査に費やしていらっしゃるそうで、その結果はレポートで報告をされています。時には依頼者からの聞き取りを手がかりに現地へ行って演者に情報を得たこともあるとおっしゃっていました。おそらく、皆様、調査の中心として、ベースとしているものはデータベース、そしてそれに加えて、いろいろな、機関との、顔の見える関係も構築しながら、あるいはジェネオロジスト同士の、関係性も、活用しながら、いろいろな情報を得ていらっしゃるように、お聞きしました。D 氏の場合は、レポートの分量は8ページ程度で、まとめていらっしゃるということです。で、依頼者については、スコットランド人のクライアントが多いとお聞きしました。で、特に、D さんとのお話の中で、これは私自身の、感じたところではありますけれども、古い言語に関する相当の知識を要していらっしゃって、私たちにもその古い言語について、いくらかお話を、してくださいました。正確には理解できていない点もあるかもしれませんけれども、例えばデータベースの中にも一次資料になるようなものがあると思います。その原本にあたる場合は、やはり公英語であるとか、古いそれぞれの地域の方言であったり、言語であったり、そういったものを読み解く力も必要ではないかなと思いますので、特に、一次資料にあたる場合に必要な知識として、古い言語に関する知識を有していらしたのではないかというふうに、拝察しました。さて、4人の方々の限られた時間の中で、また、聞き取り側であった私自身が、まだジネオロジストとは何かということに関する、素地というものも十分に持っていなかった中で、今日限られた時間の中では、ちょっと共通する点というものと、それからこれが私たちがこれから、先祖についての、えー調べたいという方からの依頼を受けたり、相談を受けたときに、どう適用できるのかなというあたりを少し考えてまとめてみたいと思います。まず、まとめの1です。ジネオロジストの役割と意義ということに関して。まず、もう中心となるのは、1点目、調査に基づいてレポートを作成し、依頼者にフィードバックすること。これが最重要事項でした。そのためには、まず歴史的な背景に関する知識を広く有していらっしゃるということが、お話をお伺いしていて、私たちが、感じたところです。そして2つ目はデータベースほか古文書などの資料、記録、こういったものを読み解く、そういう、スキルを持っていらっしゃるということ。そして3点目は、さまざまな情報を、集めるだけでは、レポートが作成できません。それを整理し、依頼者が求める情報を明らかにする、そういう力を持っている方々。そして、この1、2、3、ひょっとしたら、古い言語への知識というものも加えるべきかもしれませんが、そういったものを総合して、
一家族、ファミリーの系譜を紡ぎ、明らかにすることができる力が必要である。そういった方がジネオロジストであり、そういった方が、調査に基づいてレポートを作成している、そういう役割、専門家としての役割を果たしているというふうに、ここではまとめさせていただきます。そして、その専門家としての知識や経験、これが非常に重要だと、思いました。例えば、複数の同姓同名者がいた場合、どのように線路を特定するのかということです。こういったところは専門家でなければ特定が困難な点を含んでいます。実際のところ、え依頼者とのトラブルはありませんかということに関しては、全員の方がほとんどありませんということでしたが、1点だけお聞きしたのが、同姓同名の似た情報、それを依頼者の方も、調べることができますので、調べた結果、そのジネオロジストの専門家が、得た結果になかなか納得されず、もう一方の別の人が自分の、先祖ではないかというお気持ちを強く表明されたというようなこともあったそうです。そして2つ目は、資料のデータベース化と公開が非常に進んでいるということです。ダブリンもエディンバラも、つまり、アイルランドもスコットランドも共通して、図書館、文書館など公的な機関にデータベースが充実していて、それへのアクセスが可能である。そういった情報をうまく活用できること。この2つの点が大きく、専門家の仕事をより進めている専門家としての役割を果たす土台となっているというふうに見ました。ここは日本との違いが非常に大きいと思います。一つは個人情報の扱いであったり、社会制度の違いや文化的な背景の違いも関係しているかと推測されました。まとめの2点目です。第2として、専門家としてジェネオロジストとボランティアの違いがありました。日本でも、そういう、先祖をたどる、そういった職業としての、行政書士の方の役割や、あるいはそういった会社もあると、いうことを、今回の報告に先立って川上先生からもそういったこともお話の中で出てきましたけれども、教会による認定制度によって専門家としての一つの地位を築かれて、そして収入を得ていらっしゃる。で、ボランティアの方は趣味として、あるいは対価なく、お手伝いをしているというところの違いがあります。第3点目に、ジネオロジストの役割とツアーガイドの役割が明確に異なっていました。観光ガイドではないので、そういったツアーの展示はしないというところです。括弧の中は私の試験ではありますけれども、皆様のお話を聞いて、やはり専門家としての誇りというものを、持っていらっしゃるということを感じました。そして4点目は、皆さん共通して他者のためになる、調査、仕事であるということで、やはり、専門家としての喜びというものを感じて取り組んでいらっしゃるということを、お話を聞きながら、拝察したということです。依頼者にとって、依頼者の立場から少し考えてみた場合ですけれども、移民した子孫たちにとって、祖先を明らかにすることは、自らのアイデンティティを確かめることでもあります。また、そうい先人ですかね、自分たちの祖先の、功績であったり、苦労であったり、そういったことを、知り、また、子や孫、その次の世代へ伝えていく非常に重要な、資料になるということも考えられます。ただし、そういう多数の資料、古文書などを総合して読み解くには、専門家の力が必要になってきます。現在はインターネットにより遠く離れていても、先ほどご紹介のあったようないろいろな教会などを通して、あるいは、実際に、さまざまな公的な機関へアクセスも可能となっていますので、
依頼者にとって非常に利便性が高い状況がアイルランドやスコットランドで確立されているというふうに考えました。また、ジネオロジストとはということで、これは全く試験ではありますけれども、過去と現在の橋渡しを行っていると。そして家系図、ファミリーツリー、木を想像しますと、太い幹、時間の流れというものがあり、そこには家族関係、兄弟や親戚、縁者と呼ばれる、枝分かれした部分があります。そういった、一種ファミリーツリーを、連想するそういう家系をたどっていく縦と横の両方の、系図というものを再構築して明らかにする専門家の方々だなというふうに捉えています。さて、移民卓越権への応用ということです。沖縄県や和歌山県のような、遅延的なつながりがまだまだ強い、地域では、人的なネットワークによって先祖の手がかりを得ることも可能な場合が往々にしてあります。えー例えば、寺院、寺の墓石から、過去帳から、あるいは住民の記憶から、そういう手がかりが得られることもあります。一方、日本では個人情報保護の観点から、海外にいる方からの相談、あるいは日本の、和歌山県以外から和歌山県にルーツを持つ祖先について知りたいという、そういう相談を受けたとしても、他人が先祖調査を請け負うことは容易ではありません。で、現段階で考えられること、今回、調査に加わらせていただいて、感じたところも、含めながら、いくつかの点を、挙げてみたいと思います。まず一つには人的ネットワーク、顔の見える関係、沖縄でも和歌山でもそういった点はかなり、できているのではないかなと、これはちょっと自負になるかもしれませんが、できているのではないかなということもありますけれども、さらに、人と人のつながりというものを大事にしながら、移民に関わる団体機関のネットワーク、これもさらに密にすることが重要だと思います。そして各団体機関が有する公開可能な資料の情報の共有です。これは一つにはホームページでの公開ということが、今後、取り組むべき一つの課題かもしれません。このあたりは、私たちができるデータベース化ということだと考えています。ですから、例えば個人への問い合わせや機関への問い合わせがあったとします。その問い合わせをされた方の了承を得て、先祖探しの情報を、人的なネットワーク、主としては、移民に関わる団体機関の方々との情報を共有し、ここで手がかりを得る方法の情報を得る。あるいはもう手がかりそのもの、情報の提供を得る。この2つが可能ではないかなと思いました。もちろんわからないということも往々にしてあるのですけれども、例えば A さんということに関しては、A さんの、祖先の方がカナダへ移住しているという情報があれば、それなら、美浜町美代のカナダミュージアムに行ってみると情報があるんではないかという、その手がかりの提供。アメリカに移住した祖先の方について、それならいくつかの情報は、え和歌山県の文書館にありそうですよ。和歌山大学の紀州県にありそうですよという、その手がかりを得る、情報、どこで得られるかという情報。もう一つは手がかりそのもの。そのことに関しては、和歌山県市民図書館の移民資料室に、確か、そういった情報の、掲載された冊子があったので、そこに行って閲覧することができますよという、情報そのものの提供、そういったことができるのではないかと思います。そういったことに、ご本人が着手されるのか、あるいは、他者が関わって、着手するのでは
であれば、問い合わせを受けた個人や機関から依頼者へ報告する。こういった、一つの形が考えられるかもしれないと思っています。こういったあたり、またいろいろ難しい課題がありそうなので、ご意見をいただければと思います。また、言葉の壁についてどう対応するかというのもあります。エディンバラ、えーですね。ダブリン、エディンバラは、問い合わせをする方自身が、例えばアメリカ、オーストラリア、そういったところからは英語という共通の言語があります。しかし、私たちの場合は、英語が苦手、あるいは、それ以外の言語、ブラジル、ポルトガル語とか、あるいは、スペイン語とか、そういった言語での問い合わせにどう対応するかということがあります。こういった点についても、それぞれ、沖縄県、和歌山県には、外国語対応が可能な方もいらっしゃいますし、そういった、ボランティアのリストを持っていらっしゃる機関もありますので、今後、そういうお手伝いをしてもいいよという方々の、言語対応ができる方々の、リストですね、登録制度ができれば、そしてそれを、機関が共有をして、こういった方に、ご本人に了解を得て、こういった方の助けが得られますよということも共有できていかないかなというふうに考えました。はい。私の報告は以上です。ダブリンおよびエディンバラの各機関の皆様やジェネオロジストの皆様には本当に貴重な面談の時間をいただいて、もう私たちは多くのことを学ぶことができました。まだまだ私自身浅い理解ではありますけれども、今後も、今日の、この後の議論も、交えながら、え勉強を、続けていきたいと思います。参加させていただいた、3人から深くお礼申し上げます。どうもありがとうございました。では、コメンテーターの川上先生にバトンをお渡ししてよろしいでしょうか。共有を停止いたします。先生、お疲れ様でございました。ありがとうごでは、ざいます。ありがとうございます。では、ちょっと共有をさせていただきます。映っておりますでしょうか。長時間、皆様お疲れ様でございます。京都外国語大学国際貢献学部グローバル観光学科で教員をしております、川上幸子と申します。本日は大変時宜を得た、貴重なご発表をお聞かせいただきましてありがとうございました。私の方からは時間も限られておりますので、手短に、質問の方に移れるようにしたいんですけれども、少し、また私が何者かということをご説明させていただいてから、課題整理をさせていただき、3人の先生方に今日の、ご発表に対するご質問を一つずつお伝えできればと思っております。私自身は北米のアジア系移民に関わる、現場でフィールドワークを続けてきた、文化人類学の研究者という立場からですね、ルーツ調査及びルーツツーリズムに、ついて、関心を、持ってきた経緯がございます。で、日本では、先ほど、東先生のご発表の中にもございましたが、和歌山県美浜町三代地区というところを拠点に、特に、もう県人会に所属していない世代ですね、もう英語しか話せない3世、4世、5世の方々と、連携しながら、日系カナダ人側コミュニティと、また地元のNPO 日の岬アメリカ村が運営しておられるカナダミュージアムを拠点にしながら、日系カナダ人研究という枠組みで、研究者の方々と、パブリックヒストリー実践を行っております。で、観光系の、学科に所属するということで、私のそのルーツ、どちらかというとルーツツーリズム
またそれに派生したアーカイブへの関心というのが、出てきた経緯がございまして、近年は、私自身がそもそも在米のコリアン系の移民の研究をしていたこともあって、韓国なのでルーツツーリズムの調査をさせていただいたり、また北米でも日系の方々を中心にどのような、装置でこういったルーツツーリズムが行われているのかということを、少しずつではありますが、個人的に調査を行っております。また、こちらでもちょっと出させていただいてるんですけれども、この From Mio というプロジェクトは、移民史を継承する、次世代に継承するという意味合いで、日韓で一緒にやっていきましょうというふうな流れでやっております。で、先ほどもう原さんの方からかなり課題整理をしていただきましたので、要点だけお伝えしますと、かなりこの海外日系人からのルーツ調査のニーズというのは、現場におりましても、かなり増大しているというふうなところが、やはり実感としてもございますし、また、北米での調査でも、やはりいろんな普通の人たちが自分で DNA のテスティングをして、日本って出た場合に日本に行くというふうなことも、通常のように行われております。ですので、移民母村にとっても、海外との交流を再び、活性化するチャンスでもありますし、また現場をまた対応を迫られる現場としても、今後、専門機関の整備とか、専門家要請の対応というのは、期待されている分野ではないかというふうに思っています。一方、今日のご発表でも、先生方のご発表でもございましたように、非常にその欧米の事情とはかなり異なる東アジアの場合は、その社会文化的、行政的な環境があるというふうに認識をしております。具体的に申しますと、まずはその個人情報の取り扱いの違い、また管理、日本の場合は戸籍制度というものがありますし、それからそれを管理している行政の立場というものもございます。また、私が特に、2世、3世、4世、5世、出移民史ももう150年になりますと、その日本語を、対応できる世代というのが、少なくなっている状況です。これからはさらにそうなるのではないかというふうに思われますので、その県人会を通した発信で届かない人たちが、自分たちでやってくるというふうな時代も近くないのかなというふうに思っております。その中で、ルーツを持つ多様な方々に、届けられるようなシステムということも、多言語化対応も含めて、考えていかないといけないことかなというふうに思っております。また、そもそも私は移民学会に所属して、東先生もそうですけれども、活動してきた身ですし、また文化人類学という領域でも、かなりこの、ルーツ、ファミリールーツを探るというふうな、血統を主義に基づくネットワークというものを、なんて言うんでしょうね、問題視といいますか、批判的に捉える見方というのも、これまでございます。で、同時に現場におりますと、アイデンティティ、東先生がお話しされましたように、アイデンティティを、自分のアイデンティティを知っていくというふうなプロセスで、とても感動であったりとか、そのご家族にとって非常に意味のあるルーツ探しをすることで、ご家族が自分たちのエスニックのバックグラウンドについて理解を深めたりするということは、大変教育的にもまた、その方々の人生を変えるような時には意味合いも持つほどすごく意味があるということはすごく認識してるんですけれども、同時に日本の社会、歴史を見ておきますとですね、その差別につながるような身元調査が、そういった例えばお寺の過去帳から行われてきたりとか、そういったふうな事情もありますし、そういったところで社会の理解を得ていく、またその社会に対してどのようにこれを説明して分かりやすく発信していくのかというふうなところも課題になっている。ですので、誤解がないような形でうまく意図を
社会、関心がある人たちだけで進めるのではなく、日本社会全体で、共有した上で、進めていく必要はあるかなっていうふうに、感じております。一方ですね、ごめんなさい。ごめんなさい。先ほども申し上げましたが、課題や、配慮が必要な場面は多いですが、一方で人材育成、また、次世代継承の移民史を継承していくというふうな観点では、本当に事業を得た取り組みであり、こうした場に、コメンテーターとして、コメントをさせていただく機会を得られましたことは大変光栄ですし、また今後もこういった取り組みが理解が得られるように、私の方でもお手伝いできることがあれば、ぜひしていきたいなというふうに思っております。では、ここからは3つの質問なんですけれども、まず、原さんへの質問は、本プロジェクトの、趣旨である、この日本版ジネオロジーの、確立を、踏まえてですね、デジタル化を進めるとすれば、一体、どんな資料から、着手していけばいいのだろうかというふうな、質問です。実際には、先ほども申し上げましたように、ヨーロッパではもうほとんど、ヨーロッパもそうですし、北米もそうですが、ほとんどの情報がパソコン一つで調べられるような状況です。ですので、そういった北米から、あるいはヨーロッパから日本にやってくる方々とお話をしますと、どうして日本はこんなにも情報が開示されてないんだっていうふうな苛立ちをぶつけられることも実際多いです。ただ、一方で、現実を見ますと、例えば、戸籍の開示というものも、2008年には完全に、禁止になっておりますし、それから、もちろん過去帳に関しても、過去に比べても、やはり公開は禁止というふうなところが、共有されておりますし、またその明治時代の明治5年の、戸籍、一番最初の戸籍に関しても、もう1968年以降はもう全名閲覧が禁止というふうな形になっていて、ヤフーなんかでオークションで、取引がなされた場合には、それが訴訟に発展したりしているというふうな状況がございます。こういった状況を見ると、なかなかそのデジタル化っていうのはやっぱり難しい。ただ、今日お示しいただきましたように、さまざまなデジタル化できる、すでに公開されている資料をデジタル化していくという作業は、都道府県レベル、また市町村レベルでできるのではないかなというふうに思っていますので、図書館にお勤めされているということを、また沖縄県に関しては、県立図書館の、沖縄県移民の方々を対象にした、またそのルーツ探しの取り組みというのは非常に先駆的な取り組みですので、そういったことを教えていただけたらというふうに、思っています。ちょっと先に質問をすでに3つ述べさせていただきますと、次に、金城先生に対しては、日本の状況に応じた形でのジネオロジストの、具体的なイメージというものを少し教えていただけたら嬉しいなというふうに思っております。もちろん東先生や少しお話しされた部分もあると思いますので、答えられる範囲でお願いします。あと2点目は、現在、もちろんジネオロジストというふうな専門教育を施している機関や、その認定制度というのは日本にはないんですけれども、事実上のジネオロジストとして、地域でご活躍されてきた、郷土史家の方々や、また、ご自身で、ルーツを調べて、それを地域の方々、もしくはカナダの方々に、善意で、ボランティアで、共有しておられる方々もおられるかと思います。そういった方々は、往々にして組織や、研究機関に所属していない場合もありますので、その個人的につながるということは難しいかもしれないんですけれども、そういった方々、それから行政書士
というふうな職業があると思うんですけれども、戸籍を職務上、職務上の権限で請求することができる立場から、家系図代行、家系図作成の代行を、専門にやっている有名な方では丸山さんという方が日本の国内でもルーツ探しを、先祖探しをしておられる方の自分史編纂の手伝いであるとか、またファミリーヒストリーを編纂する上での、お手伝いをしたりとかされていると思うんですけれども、そういった方々もノウハウを持っておられるかなっていうふうに思いますので、そういった方々と連携するというふうな可能性もあるのかどうか、またある場合はどういうふうな形になるのだろうかというふうな、ご質問です。最後に、東先生へのご質問ですけれども、今回は全体として、ルーツ、を探すツーリズムに関しては、というよりも、どちらかというと、アーカイブを中心とした、ジネオロジスト専門家としてそのアーカイブを利用して調査レポートを作成するジネオロジストの、役割と意義というところで今回お話しいただいたんですけれども、東先生が、和歌山大学の私と同じく、観光学部に所属しておられるということも踏まえまして、現地調査にて、そのルーツツアーに特化したガイドに関する情報も、もし何か得ておられましたら共有いただけたらと思います。日本の場合は特に国家試験でその多言語を話す、ガイドというのは国家資格になっておりますので、そういった方々にこういったルーツツーリズムを目的として、来られる方がいるというふうなインフォメーションの共有であるとか、共有といったものも、そのジネオロジストの要請とともに、やっていく必要があるのかなっていうふうな、お気づきからに基づく質問でございます。最後に、東先生の方もすでにお話しいただいた部分もあると思うのですが、地域レベルで、情報の共有というところで、地域レベルでどちらかというと、それを地域資源にして、その情報を、その地に来てもらうための、ツールとしているような地域もございますので、移民房村もございますので、そういったところで遠隔地で全て見れてしまうルーツ調査ができてしまうとなると、その地域に行って足を運んでいただきたいと思っておられるような、移民母村のまちづくりの取り組みであるとか、そういったところと、利害のコンフリクトというものが生じるのではないかなというふうな懸念が少しございますので、今後、そういった方々にとっても、ベネフィットがあるような形で、双方にそのメリットを分配できるような連携関係を、構築するためにできることっていうことについてお考え、お知恵を、お聞かせ願えたらと思っております。長々と申し訳ございません。私の方からの質問は以上になります。で、ここからは、原さん、どうしましょうか。一度答えていただいたらよろしいでしょうか。そうですね。はい。では、貴重なコメントどうもありがとうございます。ちょっと時間も押しているので、回答に答え、ご質問に答えさせていただきながら、進めていきたいと思います。会場の方々からもいただいているものもあると思うんですけども、もしかしたら、時間がなくなってしまうかもしれないので、その場合は、いただいたアドレスの皆さんの方に回答するということで進めていきたいと思います。私の方にいただいた質問としまして、デジタル化できるもの、共有できるものというようなもの、どういうものがあるのかなということだと思うんですけど、やはり戸籍というような公的なものは難しいという中でですね、やっぱりそれ以外に様々な資料が戦前から発行されていますし、で、そういったような資料はやはり、戦争などの影響もありまして、とても貴重で日本に一冊しかない、世界に一冊しかないというような資料もたくさんあるのかなというふうに
思っております。私は沖縄県立図書館という立場なので、沖縄関係のものを網羅的に収集はしておりますが、いろいろな機関や公的な国内の、図書館やアーカイブや研究者の方々、また海外の現地の、日系のコミュニティの方々ですとか、資料館の方々が集めている資料っていうのも大変たくさんあるんじゃないかなと思っております。で、著作権が切れているものですとか、そういったようなものの情報を集約して、デジタル化をしていくということで、貴重な情報源になるんじゃないかなというふうに考えています。以上です。じゃあ次、金城先生、お願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。コメントありがとうございます。私の方からは、まず一つ目の、日本の状況に応じた形でのジェネロジストの育成というところで、具体的なイメージということなんですけれども、日本にジェネロジストというふうに呼ばれる方が今いらっしゃらないですけれども、そのような役割を担った方々が、いるかと思います。で、まず一つは、地域市と呼んでいる機関がありますが、沖縄県内では、沖縄戦の後、戦後史の、戦後の聞き取り調査の中で、各市町村に地域編集室ですとか、編纂室のような、部署が設置されています。沖縄戦の記録に加えて、民族とかその地域の歴史ですとか、さまざまな資料を収集して、発刊、公開されているんですけれども、その中に、移民に関する、資料も収集、整理、保管しながら発刊、資料として発刊していくっていうようなことがなされています。で、なので、そういった機関があるので、沖縄県では、やはり原さんのいらっしゃる沖縄県立図書館に、ルーツ調査の窓口がありますけれども、その、自分のゆかりのある市町村に、その地域市ですとか市民課に該当するようなところに直接訪ねて来られる方がいらっしゃるということで、その地域市の方々が、そのルーツ調査をお受けするっていうふうなことが多くあります。で、なので、そういった方々と、一緒に連携しながらなんですが、その期間の中で、その業務にルーツ調査が位置づけられていなかったり、またはレファレンス対応の中でお受けしているっていうふうなところもあるというふうなことで、なので、同じような状況が沖縄県内にあるというふうなことではないので、一律にその地域市の方々と一緒にっていうふうなことも難しいかとは思うんですけれども、例えば、1月に、お呼びかけをして、ご参集いただいた、座談会のような形で、事例から学んで、それをじゃあどう自分の地域で活かせるのかみたいなことを、一緒に検討していけたらいいかなというふうなことも、その時思いました。で、その、地域によって状況が異なるというのは、例えば、ある地域では、その一人の人が、レファレンス対応した。あと、その一人だけで、その情報や経験を持っておくっていうわけではなく、それが、その期間の中で共有されていく仕組みを作ろうっていうふうなことをなさっているところもありますし、やはり場合によっては、その対応した方のところでとどまってしまうっていうふうなこともあるというふうなことも伺ってます。で、その場合、特にその課題の一つとして考えられるのが、地域市に、調査や、編集発刊に携わっている方々の雇用が、不安定な部分があるということもあって、例えば対応された方が、任期が終了したっていうことで、いなくなってしまって、調査の依頼が来たときに、その他のスタッフ間で情報が共有なされてない場合には、対応が難しい、資料はあるけれども、対応が難しかったりするというふうなお話も伺いましたので、そういったところで、その期間の中、または横の連携というふうな形でできないかなというふうには考えました。で、2つ目のご質問いただいたところと関連するかと思うんですけど、郷土史家っていうふうなことで、郷土史家というふうに呼ばれる方もいますし、または郷土史家というふうにおっしゃってなくても、個人でルーツ調査をお受けするような方々も
いらっしゃるので、そういった方々も含めて一緒に情報交換だったり、課題と感じているところの共有とか、それをどう対応していくというのかっていうふうなことも考えられたらいいかなというふうに思ってます。で、もう一つ、原さんの方から今回は共有なかったんですが、原さん、県立博物館、図書館の方で、ルーツ調査に携わるボランティアのような方々も最近はいらっしゃるということで、そういった方にどういうふうに調査の対応をしていくかっていうふうなことも共有なさってるっていうふうなことだったので、そういったことをお聞きすることもできたらいいのかなというふうに思いました。で、すみません、ちょっと1に戻ったりしたんですが、2つ目の質問の、行政書士の方々との連携については、私自身が直接行政書士の方々とお話しするような機会まだ設けられていないということもあり、十分な理解まだ至ってない部分もあるんですけれども、土地の問題ですとか、そういった、相続に関する問題があるということで、自治体では対応がなかなか厳しいというふうなことも伺ったことがあるので、そういった対応されたことのある行政書士の方とか、弁護士の方とか、また司法書士の方とか、専門の方々との連携はこれから必要になってくるのかなというふうに思います。私の方がその直接のやり取りがないので、今ここで皆さんに情報を通してお伝えできることができないのですが、今回参加されている、例えば地域医師の方ですとか、専門機関の方々がそういった情報ですとか経験がお持ちであれば、ぜひ教えていただけたらなというふうにも思っております。すみません。以上となります。ありがとうございます。じゃあ東先生、お願いします。はい、ありがとうございます。ガイドに関する情報は実は何もなかったんですけれども、ちょっと私たちも気になって、ルーツツアーそのものが、あるのかどうかということで、ダブリンで1カ所、エディンバラで2カ所の観光案内所に飛び込みで行ってみました。それでまず、ジネオロジストツアーはありますかって聞いたら、窓口の方が、それは何ですかというようなことで、ちょっとルーツツアーと言い換えてはみたんですけれども、いや、そういったことはしていない。それは、すべての3カ所でしていないということで、少し意外でもありました。川上先生と、以前話をした中で、アイルランド、スコットランドも国家レベルでルーツツアーを進めているという中で、実際に観光案内所では、そういった具体的なツアーというものがまだ商品化されていないというのは、その3カ所での例ですけれども、ありました。はい。それからですね、もう一つ、あの、地域レベルの取り組みと、そのデータベース化、資源のデータベース化によって、地域に足を運ばなくなるのではないかという、その利害の衝突をどう防ぐかということでお話しいただきました。で、私自身ですね、例えば、和歌山大学の研究所のようなところですと、その資料の保存という観点からデジタル化して広く見ていただく方が、利便性が高いだろう。そして、実際大学に来てみていただくには、その前に申請書類を書いたり、承諾書を出したりという、ステップもありますので、そういった点からは、閲覧する方への利便性を考えると、少し情報公開できるものはしていくといいのではないかというところが一つあります。ただし、例えば、具体的に、美浜町美代であれば、私たち、もし、カナダ移民の歴史を知りたいと聞かれたときに、分かることはお伝えするんだけれども、実際に美浜町美代にアメリカ村というところがあって、そして今はカナダミュージアムがあって、そこで移住した人の遺物であるとか、あるいは移住した人について知っている記憶がある人、そしてその方たちがかつて接点のあった学校の跡や家、そういうものがまだ残っているところがあるんですよっていうふうに、やはり私たちはそれを伝えていくべきかなと思うんです。それで足を運んでいただき、そして一番大事なのはそこでの人との交流かなと思います。ね、物から得られるインパクトも大きいのですけれども、そこで直接お会いしてお話を聞くっていうことが非常に大事なのかなというふうに思っています。
で、これまでも、2度、和歌山県さんが主導して、世界の和歌山県人会の大会、世界大会ありましたけれども、やはりその時にも、大会前後にたくさんいくつかツアーを、企画されて、で、そのツアーの行き先に、やはり移民墓村って言われるところがあり、そこで人々が皆さんを受け入れて、えー顔を合わせた交流がある。それが非常に印象に参加者には残っていて、実は第2回目の世界大会は非常に若い方が多かったんですね。それでアメリカの、南下県人会の会長にお聞きしたところ、1回目に参加した方たちが年齢高かったけれども、すごくいい経験したから、だからこそ若い人を、その自分たちのルーツと関わりのある場所に送りたいとおっしゃっていたので、お互いに配慮しながら、情報共有しながらも、うまくやっていける方向性もあるのかなと考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。原さん、お願いします。すいません。お時間の方がだいぶ過ぎてしまっておりますので、あのご質問いただいているもので、さっと答えられるものがありましたら答えていただくということで、あの、はい。あと一応5分ぐらいで30分ぐらい伸びてしまっているので終わりたいなというふうに思っているので、もし、ご質問答えられるものがありましたら答えていただけますでしょうか。では、ちょっと東から一つ、これは答えになっていない答えを言うんですけれども、あの、えっと、回答はどなたでもいいのですけれども、認定試験の具体的内容、どれくらい種類があるのかなどが知りたいですということに関して、実は私たちはそれについては、ちょっと聞き取りの段階でお尋ねしていないんです。ただ、今日の、金城さんの発表の中にありましたように、評価委員会の推薦に基づく、メンバーが専門家として、活動されていると。で、2年程度の、経済学の講座を受講することが必須である。あるいは年4回以上の学習会に参加するというようなところまでです。あと、実は私手元にちょっとこういった書籍を購入しているんですけれども、実はこの書籍が今回聞き取りをに協力してくださった方の執筆なんですが、実はこの中に比較的詳しく、かなり詳しくかな、いろいろな、条件を書いてくださっています。今ちょっと一言でまとめられないのですけれども、すごく単純なことで言えば、そのスコットランドに、え住んでいることとか、あの、えプロとして、経験が、プロとして1年以上あるとか、アマチュアとして2年以上あるとか、そういう条件が、示されています。ちょっともう少し整理できたら、いずれかの場を持って回答させていただければと思います。あの、本当に私個人が今回の報告にあたり、抜けていたと思っていたところをまさに質問いただいたので、もう一度調べたいと思います。ありがとうございます。それではですね、発表者我々4人から一言ずつ、コメントをしながら、最後のまとめというふうにさせていただきたいと思います。最後に質問していただいた方の回答にもつながるんですけど、私自身もアメリカなどからたくさんのルーツ調査の依頼を受けていまして、で、それが、とても大きいビジネス、アメリカ人と、アメリカの社会の経済にとって大きいビジネスになっているという状況がありまして、で、それを私たちは資料を提供したりする中でですね、日本の我々がそれを提供することによって、より多くのお金が日本に落ちるんじゃないかというようなものもあったりとかですね、ルーツに対する関心を答えてあげられるんじゃないかというようなものを含めてですね、これから、いろいろな機関などと協力しながら、いろいろな課題を整理しながらですね、進めていければなというふうに思っていますので、後ほどアンケートの方をお送りしますが、一緒に考えていければなというふうに思っております。ありがとうございました。じゃあお願いします。
はい、はい続けて、近所の方から最後のコメントを述べさせていただきたいんですが、その前に、質問にあるスコットランドとアイルランドでは個人情報の公開が問題になることないですかという質問に簡単にお答えして、コメント最後述べさせていただきたいんですけれども、個人情報、私たちも驚いて質問させていただきました。やはりその直近、100年というかスパンですけど、やはりそのご存命である可能性がある資料に関しては、容易に取ること、コピーを取ることができないような形で、承認を受けて取る、ことができるような仕組みがあるということもおっしゃっていました。あとは、その資料に対する、ちょっと捉え方というか考え方も少し違うところもあるかなというところで、はい、回答とさせていただけたらと思います。なので、公開することによってトラブル、問題が起こるっていうことはないですよっていうふうなご意見だったかなと思います。で、最後になんですけれども、今回、私もこういった形で発言させていただきありがとうございます。ちょっと私自身がルーツ調査にずっと携わっているものではなく、日本への応用ということを述べましたが、なんか勝手なことを言ってるなというふうな、ちょっと自分でも思いつつ、いろんなルーツ調査に携わる方々と関わらせていただく中で、一緒に考えていけたらいいなというふうに思っているところです。で、私自身、教育の側面から関わっていく中で、今回、ルーツ調査の、ことをいろいろ勉強させていただきながら、その移民学習の中でも関連付けていけないかなというふうにも思ってますので、また引き続き、皆様から学ばせていただきながら、はい、続けていけたらいいなというふうに思ってます。今日はありがとうございました。今日は大変貴重な機会をいただきましてありがとうございます。もちろんそれに先立つ調査の機会をいただいたりということで、大変私自身も、目から鱗というような、どうしても自分自身が和歌山にいるということで、和歌山ばかりに目を向けている中で、外の世界のいろいろな、状況を知って、もう少し見方が広がったような気がします。で、今日の機会を設けていただいたことは非常に貴重で、やはり参加してくださった大勢の皆様と、これから一緒に考えていけるっていう機会を得ることができたということが非常に重要かなと思います。もちろん、これまでもいろいろな面で連携させていただいた川上先生や、そして今回、調査を機にいろいろなことを親しくさせていただいている、原さんや金城さんとのこのご関係、そして今だけじゃなくて今後につないでいかないといけないっていうのは非常に思っていまして、みんな人はいずれは入れ替わっていくわけです。ですからその資料っていうものをコアにして、どんどん世代交代や人が交代しながらもそれが守られてつながっていくっていうことが大事だろうなと思っています。ありがとうございます。最後に一言だけ本日はありがとうございました。私もその移民母村同士のつながりというのを、移民研究の、仲間とそういうことをやりつつあります。また、同時にやはり海外の移民先のコミュニティとのつながりにも今後こういう取り組みは、うまくつながっていけば、みんなにとってやっぱり恩恵があるのかなというふうに思っています。また、今日のお話にも何度も出てきましたが、次世代をやっぱり育成していくという部分は資料保存に関しても非常に有益ですし、また移民研究者の立場からもやはりその部分を研究する人、またその関心を持って資料をそういう自分だけのものじゃなくて、公のものにしていくっていうふうな意識を、作るというか、そういったマインドを育む上でも、こういった横のつながりっていうのは大事に、これからますます大事になっていくんではないかなというふうに思います。また、金城先生がお話しされましたように、日本に国内に住んでおられる、多様なルーツ、外国とのルーツを持つ方々が、生きやすい社会になるためにも、やはりそのルーツというものを皆さんが、もっと日本社会の中で理解が広まれば、みんなにとってやっぱり住みやすい世界になるんじゃないかなと、そういった方
校からまた学識者にも、理解を理解を促すような発信を皆様と一緒にできれば嬉しいなというふうに思います。本日はありがとうございました。はい。皆さん、長時間にわたりご参加ありがとうございました。ですね、アンケートの方を Google フォームで作成しておりまして、はい、今入りましたね。こちらの方で、ご回答させていただいて、またこれからのつながりの方に続けていければなというふうに思っていますので、ご協力よろしくお願いいたします。本日はご参加いただきまして、どうもありがとうございました。